先日妻に聞かれました。ねえ、自分のこと好きと。好きに決まってるでしょう。そう答えてから、必ずしも世の中の人、みんなが自分自身のことを好きじゃないんだろうなって思って、今日は自分のことを好きになる方法ということを語っていきたいなと思います。よかったら聞いていってください。さて、今回の絵について、今回はまた鉛筆画です。鉛筆画で肖像画を描いていこうと思います。単純に参考の写真をそのまま描くだけではなくて、どこにフォーカスを、視線を誘導していって、どこを誘導したくないのか、それを意図しながら、詳細に描くところと描かないところ、コントラストを弱めるところを意識していきたいなと思います。では、楽しんでいきましょう。それでは今日のテーマ、自分を好きになる方法。こういうふうに考えれば自分のこと好きになれるよってなかなか言ったからといって好きになれないと思うんですけども、考え方としては3つあるかなと思っていて、そのどれかが響いて少しでも自分のことを好きになるきっかけになればいいかなと思います。まず1つ目、自分は自分の自由に作り変えられる。当たり前ですよね。僕はもう40超えてますけれども、40年間自分の好きな自分を作ってきた。だから自分のこと好きなの当たり前でしょ。もちろんね、身長が180センチぐらい欲しかったとか、そういう物理的に変えられないことはありますけれども、内面はいくらでも変えられますね。英語喋れる人間になりたかったから、英語を勉強して、スタイリッシュな体をキープしたいから、毎日のように運動して、結局、毎日って、好きな自分になるためにとか、好きな自分を維持するために生きてるんですね。そうやって考えると、自分のこと好きなのは当たり前じゃないですか。もし、それができてないんだとしたら、それは自分のために生きてるんじゃなくて、誰かと比較しながら生きてるとか、周囲の期待に応えたいとか、羨ましがられたいとか、ひねくれた生き方をしているせいなんじゃないかなと思います。もちろんそれで本人が満足なら問題ないですけどね。でも個人的には自分の生きたい生き方をするのが一番いいと思います。なので一つ目は、自分は自分の自由に作り変えられるでした。二つ目は、むしろね、この一つ目を聞いて、いや、内面が作り変えられることは分かってるけれども、自分の場合はむしろ自分の見た目が気に入らないから自分のことをなかなか好きになれないんだよという人向けかなと思うんですけれども、人間の内面はにじみ出てくるということですね。いくつか、意味があるんですけれども、例えば毎日の習慣が外ににじみ出てくるということがまず一つですね。自分なんかはもう40年も運動をしているので、そうするとね、僕自身はそんな学生時代からスタイルとか体重もほとんど変わってないんですけども、なので進歩してるとは思ってないんですけども、周りの同年代の人たちがお腹が出てきたりとか太ってきたりとか、そういうふうにどんどん見た目が落ちてくるというのをすごい感じますね、最近。なのでね、なかなか若い人は感じないかもしれないですけども、良い習慣を続けていけば、それが外にだんだん明らかな差となって現れていきます。で、そういうこの長い習慣が現れてくるとは別に、振る舞いとか姿勢とか、その人の考え方が外に人に分かる形で現れるという意味でもあります。これが2つ目の意味ですね。で、実際自分が外からどう見えるのか見てみようと思った時に、大体人間って見るのって鏡じゃないですか。で、鏡をじっと見たりとか、自分の写真を見て、自分ってこんなんなんだって思うかもしれないですけども、
実際人間同士って動いてる中で接するんですよね。なので止まってないので、姿勢とか振る舞いとか、言葉遣いとかもものすごい相手に与える印象って大きいじゃないですか。で、そういうところに考え方とかその人の内面って出てくるというのがあります。これはね、皆さんもなんとなく体験として分かってるでしょうけれども、おしゃれな服で着飾って姿勢が悪い人よりもユニクロの安い服でも綺麗な姿勢でまっすぐ歩いてる人かっこいいと思いませんか？なのでね、僕も歩きスマホとかかっこ悪いので絶対しないですね。電車待ちとかね、信号待ちとかの時には必ず足を揃えて立つようにしますね。片膝が曲がってたりとか、そういうのかっこ悪いので。なのでね、内面だけ変えたって自分のこと好きになれないよという人には、ちょっとこの辺を改めて考えてみてほしいなと思います。内面は伝わる人には伝わる形でにじみ出てきます。で、最後、3つ目は、外面も変えられるということです。これまでね、内面は自分の好きに作り変えられるよ。外に内面は出てくるよって言って、それでも自分の見た目が気に入らないから自分のこと好きになれないっていう人もいると思うんですけれども、そこまで気になってるんだったら外面も変えてしまいましょう。僕自身で言うと、僕結構目が細いので、とか目が一重なんで、二重とかに憧れた時期もちょっとありましたけど、同時に、この目が優しそうって言ってくれる人も多くて、もう個性として受け入れてますね。あと自分は歯並びが悪いので、歯の矯正を、今でもたまに考えるんですけども、これはもう見た目とかいうよりも、衛生的に部分で歯磨きとかそういうのがしやすくなるので、それでも時間とそのお金をかけてやる価値あんまり感じないので、未だに踏み出せてない感じです。でもそれが別に自分の好きかどうかには全然関係ないので、最近は身長も伸ばせたりするんですかね。そこがそんなに気になるんだったらすごい外面も今は直せるのでやっちゃっていいんじゃないでしょうか。周囲のこと考えるとね、モラルとか言う人いますけれども、それこそ自分のために生きましょう。周囲の期待に応えるためとかそういうの関係ないですから、自分が最高に幸せな人生を生きるために一番いいと思うことをどんどんやっていきましょう。というわけで3つ目は見た目も変えられるでした。どうでしょう。ちょっとでも心に響いたらコメントいただけると嬉しいです。はい、それでは絵の本もこちらで完成にしようかなと思います。久しぶりにね、鉛筆で肖像画を描いてみましたが、今見るとちょっと目の高さが変わってしまってますね。グリッドを引いてもね、やっぱりずれてしまうので、特に人間の顔ってのは本当に目の位置がちょっと変わったり、鼻の位置がちょっと変わったりしただけで違う顔に見えてしまうので、もう少し正確に測るようにしないとダメだな、特に顔を描く場合はって思いました。この辺はね、次回改善したいなと思います。では今回はこんなところで、よかったら一緒に絵を描きましょう。ではまた次の動画で。